はい、皆さん、こんにちは。ときまるです。皆さん覚えてますか？僕がこの部屋に引っ越してきた時、スーツケース一つと、バックパック一つで、引っ越しをしてきました。ちょうど去年の今頃、もう1年経つんですね。ホワイトボックスに来てから。で、それからですね、スーツケースを手放して、バックパック一つになりました。それはご存知の通りだと思うんですけど、で、エクストリームミニマリストっていう感じで、そう、なんか自分の中での、そのエクストリームミニマリストの定義っていうのは、いくつかいろいろあるんですけど、条件的にはね。で、その中の一つが、やっぱりバックパック一つで暮らしてる人なんですよね。それはこれまで見てきたエクストリームミニマリストとか、今、世界中でね、放浪している人たちを見ていても、やっぱりそのバックパック一つの中に収まるものでみんな暮らしている。あるいはバックパックすら持たない人たちもいますけど。そんな中でエクストリームミニマリストになってたわけですけども、最近ですね、またね、バックパックを一つ買い足しまして、今日はちょっとその紹介していきたいと思います。はい。で、もう3ヶ月ぐらい経つんで、何度かね、動画にはいろいろ出てるとは思うんですけど、ちょっと改めてっていうか、紹介してなかったので、ちょっと今回改めて、話していきたいなと思ってます。はい。ということで、今ここに見えてる、ちょっと遠いから。もうちょっと近くに。はい。こんな感じで、ハイパーライトですね、結局、買ったのは。で、もともと使ってた、よく皆さんに紹介してた、ハイパーライトのデイブレイクっていうね、17リットルプラス6リットルで23リットルぐらいのバックパック。デイパックにしてはね、ちょっとね、大きいんですよね。意外とね、これ、容量もサイズもあるんで、こんな感じで。一応デイバックの扱いではあるんだけど、意外とね、大きいんですよ。で、このサイドポケットとか、この辺のフロントポケットも割と容量があるんで、割と詰める感じになってます。だから僕はここにね、全部自分の持ち物、55個の持ち物を詰めて、生活をしていました。で、そこでやってきたのが、これですね。はい。モデル名はハイパーライトのコントゥア35っていうモデルです。はい。コントゥア、ちょっとね、なかなか日本では聞かない単語だと思うんですけど、コントゥア。輪郭とか、等高線とか、そういう意味合いがありますね。そんな感じで、新たにこれを増やしたわけです。他にもハイキングギアをいろいろアップデートしてるんですけど、最近。ね、またそれはね、ちょっとまたまとめて、後日紹介したいなとは思ってるんですけど、今回はちょっとバックパックの話をしていきたいと思っていて、結局、これ一つになって、で、その前はスーツケースを持っていたから、結局ね、元に戻ったって感じなんですよね、自分の中ではね。スーツケース一つとバックパックっていう組み合わせが、バックパック二つになったっていう。で、こうなると、やっぱその移動の問題が結構出てきはするんですよ。ただ、一人で持ち運べなくはない。引っ越し全然できなくはない。これを背中に背負って、一つは前にね、持ってきて、それで歩くことができるんで、だからスーツケースのスタイルと近い感じはあるんだけど、なぜ、やっぱりまずこれを導入したかっていうことなんですけど、やっぱり容量の問題が大きいですね。はい。このデイブレイクに関しては、結構ね、詰めるんだけど、やっぱどうしてもそのテントとか、シュラフとか、スリーピングギアを入れると、割ともうパンパンになります。で、いけなくはないんだけど、その道具の組み合わせとか、季節とか場所によっては、これで全然冒険できなくはないんだけど、やっぱりその食料とか燃料を積むと、結構ね、キチキチになるんですよ。で、自分の場合は、やっぱりその撮影の道具とかもちょっと持ち運んだりして、山の中で撮影したりもしてるので、そうなってくると、やっぱりどうしても一泊で行くにはこっちが必要になってくるなっていうことで、17リットルから35リットルっていう容量のものを一つ買い足したっていう、そういうのが、そういう理由が、一つはあります。
だからまあ単純に今の使い分けで言うと、一泊とか、まあ普通の旅行、登山ギアが必要じゃない旅行みたいなものはもうこれでずっと移動する。で、一泊以上の参考、山の中に入るときはこっちって感じですね。だから割と、まあ山専用みたいな感じで今は使ってますね。はい。で、このコントゥアなんですけど、もうハイパーライトのバッグって、名前にね、すべてそのバッグの特徴とか性能が現れてると思うんですよ。で、これコントゥアっていうのは、その輪郭とか等高線っていう話をさっきしましたけど、まあ、つまりそういうこう、まあ、等高線っていわゆるその地図で書かれてるこう、なんかこう線、同じ標高とかを繋いだものがこうぐるぐる書かれてると思うんですけど、まあそういういわゆる起伏のある地形とかを長い距離を歩いてバックパッキングするっていうテーマで作られています。だからバッグの重量自体は非常に軽くなっていて、それでいて、耐久性が高いので、まあそれはハイパーライトの製品すべてに共通することではあるんですけど、耐久性が高いので、いろんな条件に適用ができると。だから山だけじゃなくて、旅行とかバックパッキングとかにも適したバッグ。で、ロングトレイルとかもそうだし、まあショートでもいいし、その険しい場所とか、あと雨にも強いので、天気が悪い条件とか、まあそういう時でも対応できるようなものになっています。はい。そう、だからそういう意味で、まあコントゥア、等高線があって、まあこっちはもうデイブレイクで、まあデイブレイクっていうのはまあ夜明けですよね。で、これはまあ、で、これもまあ紹介したことないかな、詳しくはない。中に PC スリーブのこういうの、こうスリーブが入ってたりするんですけど、だから PC を積んで、日常的に使えるんだけど、完全にハイキングにも適用しているから、もうそのまま山に入って、山で一泊して、そこで起きて、そのままエクストリームに仕事行けるっていうね。だからそういうこう、一泊二日とか、まあ、あと夜明けとか、夜明けをこれで迎えるみたいな、ものに適したバッグっていうことで、そういうこうなんか名前にね、そのバッグの特徴が現れているんですよね。まあいろいろこう他にもモデルがあるんですけど、僕はそういうわけでこのコントゥア、バックパッキング、あとはロングハイクとか、あとは長い距離で耐久性みたいなもので選んでいます。で、軽さももちろんありますね。で、詳しいスペックはもうオフィシャルを見ていただきたいんですけど、まあ、重要なポイントだけ話をしておくと、基本的に DCF 素材、ダイニーマコンポジットファブリックで作られています。みんな大好きダイニーマってやつですね。まあでもまあ、ダイニーマのまた次にね、新開発された素材が今、こう流行りつつあるんですけど、僕は割とこう気に入ってますね。もうこれももう4年ぐらい使ってて、水漏れもほとんどないんで、で、破れたりもしてないので、結構そのダイニーマに対する信頼性みたいなものは、自分の中のフィールドテストで結構高まっています。はい。信頼性は高まっています。なんで、まあこっちもまあ同じくダイニーマなんで、まあ安心して使えるかなっていうので、選んでいます。で、重さなんですけど、これ面白くて、まあロールトップのバッグで、これ今割とちっちゃくコンプレッションしてるんですけど、ここは結構ね、かさばるっていうか上に拡張できるんですよ。まあちょっと後でお見せしたいとは思うんですけど、拡張できるんだけど、だからサイズ的にも容量的にもこっちのコントゥアの方が大きいんだけど、重さはデイブレイクよりも軽いっていう、この謎の現象が起きてます、これ。で、僕もまあこれ使ってみてびっくりしたんですけど、デイブレイクは一応スペック上の重量が 577g。577g。ペットボトル1本分ぐらいですよね。あります。で、こっちは、コントゥアは 459g になってます。だから、軽いんですよ。100g 以上ってことかな。だから、そうだよね。577の459だから、100g 以上軽いんですよ。これすごくないですか？このちっちゃくて容量がちっちゃいんだけど、ね、こっちの方が詰める。容量は大きい。なのに、重さはこっちの方が軽くなってるっていうね。これがまたね、魅力的ですよね。バッグ自体のやっぱり自重が軽くなると、しかも 100g って結構な差ですよね。iPhone がだいたい1台で190とか、今まあ 200g ぐらいあるんですけど、だからそう考えると 100g がこのバックパックだけで軽量化できるっていうのはかなり大きいと思います。で、まあもちろんその、
このデイブレイクっていうのは、そのコンパクトながらのその頑丈さっていうか丈夫さみたいなのがやっぱりあって、あとはさっきみたいに PC スリーブが後ろについてたりとか、あとは背面のちょっとパッドが割と厚く入っていたりとか、で、このね、ここに、ウエストベルトっていうのかな、ヒップベルト、ウエストベルトが収納されるようになってます。だからこの部分もね、割としかもしっかりしたウエストベルトがついてるので、この部分が結構その重量に関係しているのかなと思ってますね。ちょっと見てみようか。割とね、こんな感じで、これ今見えますかね。こんな感じで、ここにね、収納型になっていて、これがついてるんですよ。で、結構分厚いでしょ。この幅とかも。だからしっかりこのウエストで固定できるようにもなっていると。このサイズのくせにっていう。うん。だからそういうことで重量がこっちの方が軽くなってるっていうのが面白い。で、さらにですね、重量が軽くなってるんだけど、ロードキャパシティっていう、つまりそのどれくらい中に荷物を詰めるかっていうメーカーが出してる指標があるんですけど、それが2つとも同じです。はい。2つとも同じで 11.3 キロです。ロードキャパシティが。だから 11.3 キロまでの荷物を積むことができると。でもそれ以上を積むと、バッグに負荷がかかって、壊れやすくなりますよっていう感じなんですよね。だから 11.3kg 以下に抑えなければならない。で、これ逆にじゃあどういうことかというと、11.3kg、ロードキャパシティが同じで、このデイブレイクが小さいってことは、やっぱり、これは小さいくせに、割と大きな荷物、大きな容量の荷物を積むように設計されているっていうことなんですよ。これが、だから、その先ほどのギミックですね。ウエストベルトの、しっかりした感じとか、あとは、この辺のね、背面のパッドの厚さとか、あとはこのショルダーの部分のしっかりした生地みたいなものに、加算されているというふうに僕は捉えています。はい。だから結構面白くて、重量はこっちの方が軽いのに、容量は大きい。そしてロードキャパシティは2つとも同じっていうね、そういう不思議な感じになっていると。で、そこで、ミニマリストの僕が考えなければならないことは、じゃあこの2つってかなりやっぱりその使用条件が近いってことになるんですよね。容量の問題だけであって詰める重量っていうのは同じなので、同じバッグを2つ持ってるような感じになると。そういうことも、だからこれを使ってみて、やっぱ気づいたことですね。だからそうなってくると、もう一つのそのデイバッグっていうか、こっちの方のバッグはもう少し小さくてもいいんじゃないかとかね、もう少し軽量化して本当にトレイルランナーっていうか、トレイルランナーの人たちが使ってるような、本当にその小さな容量のバックパックにしてサブ的に使って、で、こっちをメインみたいなやり方もできるんじゃないかとか、そういうふうなことをいろいろ考えたりもしています。はい。ただね、やっぱり自分の場合は山だけじゃなくて、結構移動とか旅とか、あと引っ越しとか、そういうね、ことが関わってくるので、それを考えたときに、やっぱりこの今まで使ってきたデイブレイクの安心感って半端ないんですよね。これ一つでもう世界中どこでも行けてしまうっていうのがあるので、で、やっぱこのロールトップのね、この上をこうくるくる巻いていく感じのバッグっていうのは、取り出しにくいんですよ。で、そもそもそのいろいろこう、頻繁に取り出すように設計がされていないので、そういう時はやっぱりその日常使いっていう意味では、このね、このファスナータイプのこっちが強いんですよね、明らかにね。だからそういうところは、やっぱりいろいろ考えなきゃいけないなと思ってます。で、そういうわけで、このコントゥア1台に、コントゥア1つにしようかなともちょっと考えてたんですけど、よくほら言ってるじゃないですか。ワンカテゴリーワンアイテムってね。一つのものしか持たない。一つのジャンルにつき一つしか持たないっていうことは、今も続けていることなんで、もうこっちだけでいいかなって、思ってはいるんですよ。で、今もまだ内心を思っているところはあるんですけど、やっぱりね、今持っているものっていうか、その結局そのスリーピングギアとか登山系の道具をこっちに全部詰めて、あとそれ以外の自分の生活用品がこの中に55個収まるっていう風になってるんで、なんていうかな、こっちがだから生活で使っていて、で、こっちがもう山専用みたいな、そういう使い分けに今のところうまく
収まってるんで、まあ、ちょっと当面はまあ2つでいいかなっていう感じはしてますね。で、これからはちょっと本当に状況が変わってきて、例えばこの家を捨ててテント暮らしになるとかっていうことになると、もうこっちだけで多分行くことにはなるとは思うんですけど、まあ、当面、まあライフスタイル、まあ生活用品は全部ここに詰めて、こっちは登山系という感じで行きたいなと思っています。はい。ちょっとね、喋りすぎてるね。じゃあまあちょっと最後に、ディティールの部分を見て、今回は終わりたいと思います。はい、それではディティール見ていきたいと思います。コントゥー35。で、これ実は、ウェイポイントっていうモデルがあるんですけど、それのですね、フレームレス版という感じになります。だから割と作りは、そのウェイポイントに近いんだけど、それの、このね、ステーというか、ここにステーが1本入ってるのがないバージョンの完全にフレームレスタイプになっています。で、まあトップはこんな感じで、まあサイドを止めるようになっている、いわゆるロールトップタイプで、割とね、これくらい拡張できますね。うん。で、結構高さあるんで、まあいろいろ積むことはできるという感じになってます。で、まあ中はちょっとまあいろいろ入ってるんだけど、まあ本当に、一室だけですね。うん。一室が何も仕切りがない一室がボーンとあるだけって感じです。で、正面から、見ると、ここにですね、一応フロントポケットがあって、割とね、こう柔軟性がある素材が使われてます。で、結構ね、ここにもね、たくさん物が入るような感じになっていると。で、ただ、この外側のベルトみたいなものは、コンプレッションベルトみたいなものはついていません。でも、ここにね、ループがついてるので、自分でつけようと思えばつけられるような感じにはなっています。それから、一応ここ、まあ、これほとんどハイパーライトのバッグ共通なんですけど、いわゆるアックスとかを取り付けるようなループがあります。ここでね、取り付けられるようになっていると。はい。まあ、シンプルですよね。ものすごく。はい。で、それからサイドポケット。で、これが割と特徴的で、結構ね、容量が、ここね、入るんですよ。だから僕はここに三脚を入れて、さらにペットボトルを入れたりとか、あるいは、ペットボトルを、まあ、このように2本一緒に入れたりとか、そういうこともできてしまいます。それくらい大きな、サイドポケットがついています。で、このサイドポケットもちゃんとこのベルトでコンプレッションできるようになっていて、ここがね、あまり必要がないときは、これでギュッと締めておくみたいなこともできます。はい、そんな感じ。で、同じようなサイドポケットが両方についていると。で、それから、ここにですね、コンプレッションのループがあります。はい、一応ここでギュッと縛れば、かなり小さく圧縮できる。で、やっぱり、こういうフレームレスのバックパックを背負うときっていうのは、背中へのフィット感とか、あとは中で荷物が揺れないってことが大事なので、中に詰めてしまったら、これをもうガチガチに締めて、ギュッと塊にしてあげた方が歩きやすくなります。断然その方がブレがなくなるんで、これは結構大事なベルトですね。重要なループになります。ささやかなんだけど大事なことって感じ。はい、それから、こちら、背面側見ていきます。背面側はこんな感じになってて、で、これもですね、デイブレイクと違うのは、ここに、いわゆる、ドリンクホルダーみたいな、ペットボトルとかが入れられるような、こういう袋みたいなのがついてますね。これ実際ね、結構ね、そんなに使いやすくはないんですよ。なぜなら、ここの入り口がちょっと狭いんだよね。で、結構硬いから、なかなか入りにくくなります。背負ってみた感じを見ていただくとわかるんですけど、結構ね、小さい容量が。ただスマートフォンは入るので、
まあ、スマートフォンとかをね、ここに入れておく、あるいはちょっとした行動食とかトレイルバーとか、そういうものを入れておくには、なかなかいいかなとは思っています。だから自分は、ドリンクホルダーとしては使ってないですね。結構ね、位置がちょっと微妙なのと、やっぱりこの出し入れがちょっとしにくいっていうのがありますね。使ってみた感じ。で、あとはですね、このコントゥアの特徴的な部分が一つあって、それはここですね。ここわかりますか？バックパックの下にですね、ここに、こういう風なスペースがあります。いわゆるポケットがついています。で、ここだけ穴が開いていて、逆側はね、閉じています。だから片方だけからしか入れられないんだけど、ここに、いろんなものを入れることができる。トレイルで出てくるゴミとか、食料とか行動食とかですね、そういうものをここに入れられるようになってます。で、これはまあパランテっていうね、バッグで、採用され始めたもので、結構最近のなんていうかな、わざわざそのバックパックを下ろさずにファストハイキングでずっと担いで歩き続けるみたいな時とかものすごく重宝しますね。一回一回そのバッグを下ろさなくていいので、ここでそのまま食料を入れたりとか、歩きながらここでなんかご飯を食べながら、で、終わったらここに入れるみたいな感じで移動することができるんで、ここのポケットは意外とポイントですね。だからこれがあるから、コントゥアを選んだっていうのは一つありますね。自分の中では。で、最近出てる28リットルのエアロっていうバッグがあるんですけど、そのバッグにも採用されています。それは結構これよりももっとそのトレイルランニング向きっていうのかな。ランナー向けの仕様になっていて、容量はちっちゃくなってるんだけど、この底面のポケットはついているような仕様のバックパックが最近出ていますね。はい。そんな感じ。はい。大体そんな感じです。ちょっとね、背負ったところも一応ね、まあ、全然荷物入ってないんだけど、一応こんな感じで、背中に割とこうピタッと密着するような感じになってますね。こんな感じです。で、一つね、言い忘れたことがあって、このね、ウエストベルトが取り外し式です。で、ついてます。だからこれを、いわゆるここにね、こういう風に取り付けられるようになっていますね。だからこんな感じで、ウエストでも支えられるんだけど、これはどちらかというとやっぱり、ここに荷重が乗ってきて重さを分散するっていうよりかは、まあ、バックパックのこう横ブレ防止みたいなぐらいの、それくらいの気持ち程度のね、簡素なベルトになってます。だから先ほどのね、デイブレイクのウエストベルトよりも、正直こっちの方が薄くてペラペラなんだよね。で、取り外しができると。で、僕これでもう5回ぐらい旅出てるんですけど、結局、使わなかったです。これもうなくていいなと思いました。で、その時のキャパシティがだいたい8キロとか、パックウェイトが8キロぐらいだったんですけど、だから割と積んだ時でも、もうこれはもう使わずに、もうこの肩の荷重だけで、軽快に歩いていく。そういう使い方が、このバックパックはいいなと思いましたね。はい。というわけで、このね、ベストベルトは多分今後僕は使わないかなと思います。で、最初はやっぱりこうつけて、ここにね、自分が持ってるポーチを取り付けて、ちょっとウエストバッグっぽくね、して、容量拡張して歩こうかなとか、まあいろいろ考えてたりはしてたんですけど、なんかね、やっぱなしでね、シンプルでこれで全然いけるんですよね。だから何回か試したけど、もう、このスタイルで、ウエストベルトはせずに、シンプルにね、軽快に、楽にね、歩いていきたいと思ってますね。はい、そんな感じ。はい、ということで今日は、新たに加わったバックパックの紹介をしてきました。はい、そんな感じで、まあ、しばらく、このペアで過ごして暮らしていきたいと思っています。
はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。質問、ご感想などを書き込んでいただけると幸いです。たまに質問回答コーナーもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の放送で。チャオチャオ